世界初の量産機 ZGMF1017 ジン ZGMF1017 ジンは機動戦士ガンダムシードシリーズの舞台であるコズミックイラの世界においてザフト軍によって開発された汎用量産型モビルスーツです。多種多様な武装を装備することが可能で、場所を問わず優れた性能を発揮できる機体として主に機動戦士ガンダムシードの初期で登場します。今回はそんなジンについて解説させていただきます。ミゲライマン出るぞ。機動戦士ガンダムシードの舞台であるコズミックイラの世界では、コズミックイラ11年第4世代国際宇宙ステーションである世界樹が建造されます。その後コズミックイラ12年に月面基地コペルニクスが完成し、一般居住が可能な月面都市となりました。こうして宇宙への進出を果たした人類ですが、コズミックイラ15年にファーストコーディネーターであるジョージ・グレンが自分自身が遺伝子を改造されたものであることを暴露し、コーディネーターの製造方法を世界中に公開しました。その結果、自然に生まれたものであるナチュラルと遺伝子を改良されたものであるコーディネーターの対立が広がり始めます。対立が激化する中、コズミックイラ63年 L5 コロニー軍を本国とする国家であるプラントにおいて、コーディネーターであるシーゲル・クラインやパトリック・ザラといったプラント評議会議員たちは水面下に機動兵器であるモビルスーツの軍事研究を開始します。そしてコズミックイラ65年初の人型モビルスーツである試作1号機ザフトがロールアウトされ、その2年後にはプロトジンが完成。さらに2年後、モビルスーツの生産体制を構築して ZGMF1017ジンが戦闘力を高めた正式量産機として完成しました。ジンは戦艦に匹敵する火力、戦車に匹敵する装甲、戦闘機に匹敵する機動性という3つを両立した機動兵器をコンセプトとして開発されました。腕部は多種多様な武装を装備可能になっており、アサルトライフルや刀剣などを自由に扱えるほか、複雑な作業にも対応可能です。脚部は重力下での歩行を可能にするほか、腕部と合わせることで機体の姿勢制御が可能になりました。さらに大水力スラスターを搭載することで地上宇宙を問わず高度な戦闘能力と汎用性を持つことに成功した機体です。そのためジンは1機あたりの戦力が地球連合軍の主力モビルアーマーであるメビウス5機以上に相当するものとなりました。ただしサバイバビリティを考慮して一人乗りの機体となっており、その複雑な操縦系統がゆえに当初は複雑な OS によってコーディネーターにしか操作が行えない代物となっていました。生意気なんだよ、ナチュラルがモビルスーツなど。ジンの構造としては、まず頭部に特徴的なトサカ状のセンサーを持ちます。プロトジンには搭載されていなかったセンサーで戦場の情報をリアルタイムに把握可能なテレビ機能を持ち、後のザフト軍の機体の多くに採用されたシステムとなっていますが、コズミックイラ73年に開発されたザクボーリアではカメラアイでの視界性を重視して撤廃された機能です。ジンのフレームは骨格構造を持ちますが、もともとはパワーローダーと呼ばれる運搬用のアームを持つ作業用機械から進化を遂げているため、後のガンダムの骨格である GATX 系フレームのような構造にはなっていません。バックパックには主推進機となるウィングバインダーを装備しており、この装備によって地形を問わず高い機動性を発揮できるようになっています。なお出撃前には母艦との充電や通信を兼ねたケーブルが接続されるようになっています。ターゲット確認。これより攻撃に移る。武装としては拡張性を重視している機体のため、多数のオプション兵装が存在しています。まず銃弾頭です。モビルスーツの運用を目的とした戦艦であるローラシア級の外装の技術を転用しているため、超高度の刃を持つ実体験となります。劇中ではメビウスやストライクダガーを両断するという性能を見せつけています。ただしあくまで実体験としては強度が高いというだけなので、ビームサーベルと切り合うことは不可能となっています。射撃兵装は多彩な装備が登場します。まず 76mm 重突撃機銃です。76mm の実弾を高速連射可能なアサルトライフルであり、ジンの標準的な装備となった兵装です。劇中では中距離専用兵装として幾多の戦場で運用されています。次にキャニス短距離誘導弾発射塔です。要塞攻略用装備に分類される重爆撃装備であり、
バルデュス3連装短距離誘導弾発射塔と呼ばれる逆部ミサイルポッドと合わせてディストラクションを意味する D 装備として採用されています。劇中ではアークエンジェルを追跡するクルーゼ隊が拠点攻撃用兵装であるにもかかわらずヘリオポリスに送り込む陣に装備させています。次にバルルスカイ特化重粒子砲です。こちらも要塞攻略用装備に位置づけられた D 装備の一種です。ザフト軍の初期ビーム火器であり、ストライクのビームライフルが本体からエネルギーを供給するのに対して、こちらはカートリッジからエネルギーを供給する仕様となっており、3発程度しか打ち出せません。劇中ではキャニス装備の機体と合わせてヘリオポリス侵攻時に装備されており、ストライクが回避したバルルスカイのビームがヘリオポリスに多大な損害をもたらしました。アスラン、無理やりついてきた根性見せてもらうぞ。次にキャットゥス 500mm 無反動砲です。これは対艦戦闘用のバズーカ砲ですが、水中でも使用可能であり、機動戦士ガンダムシードの部隊であるコズミックイラ71年のモビルスーツのみならず、機動戦士ガンダムシードデスティニーの部隊であるコズミックイラ73年に登場する機体にも装備されている兵装です。ジンはこういった装備の他にも様々な作戦、局面を想定して非常にバリエーションに富んだ武装を持っています。さらに各種バリエーション機が存在します。まずジン長距離強行偵察複座型です。肩と背中に2つのレドームを装備しており、偵察及び索敵能力を強化した機体です。精度向上のため複座型コックピットになっており、メインパイロットの他に情報収集要員としてサブパイロットが登場します。武装として長距離狙撃用スナイパーライフルを持ちますが、威力は低く、基本的には索敵用途のモビルスーツです。劇中ではラクスクラインの捜索用として運用されたほか、地球連合軍の核攻撃隊の発見などに貢献しています。またジンの中には局地戦用に改良された機体も多数見受けられます。ジンウォーカー、これは砂漠戦に対応するためハイブウィングバインダーを撤去し、関節部に防塵処理を施して細かな調整がされた機体です。次にジンマスクです。水中環境での破壊・哨戒任務を可能とした水中戦仕様のジンとなります。また水中戦仕様ではジンペムースという機体も存在します。こちらは水中戦用モビルスーツグーンのベースとなった機体であり、プロトグーンとも言われています。他にも全身に金のエングレーブ塗装や装飾を施して式典用仕様としてデザインされたジン式典用装飾タイプのようなものも存在します。様々な状況に応じて特徴的な姿を見せるジンですが、隊長機やエースパイロット用にチューンナップされたものも存在します。まずジンハイマニューバです。後のミーティアに採用されるスラッサーのプロトタイプエンジンをメインスラッサーとして搭載することで量産機よりも高機動化を実現しています。機動戦士ガンダムシード MSV 戦機や漫画 X アストレイなどに登場した機体で、ラウル・クルーゼやザフトのエースパイロットでドクターの異名を持つミハイル・コーストなどが登場しています。次、ジンハイマニューバ型です。ジンハイマニューバが加速性能や航続距離などの向上を図った調整がなされたことに対して、ジンハイマニューバ2型は運動性能を向上して格闘戦を主眼とした性能に調整されています。武装としてもショートバレル型ビームライフルであるビームカービンと日本刀型の実体験である残機刀を装備しており、近接戦闘を重視していることが伺えます。劇中では機動戦士ガンダムシードデスティニーで登場し、ユニウス7を落下させたテロリストなどが使用して次世代型モビルスーツであるゲーツを圧倒する様子が描かれています。我らのこの思い、今度こそナチュラルどもに。次、ジンアサルトです。通常のジンにアサルトシュラウドと呼ばれる装甲、スラッサー、武装を追加した形態です。肩にガドリング砲、腕にグレネードランチャー、逆部にミサイルポッドを追加して火力を増大させた分、デッドウェイト化を防ぐためにスラスターを創設しています。アサルトシュラウドはジンやシグ用、そしてデュエル用が製作されましたが、ザフト軍の設計思想が追加装備による性能拡張ではなく新機体の開発へとシフトしたため、生産数は少量にとどまりました。劇中では漫画版機動戦士ガンダムシード D にて
ヘリオポリスでソードストライクと交戦するミゲル登場機がジンアサルトで出撃していますが、戻ってくるブーメラン、マイダスメッサーでアサルトシュラウドが破壊されました。何？このようにエースパイロット用にチューンナップされるカスタムジンはパーソナルカラーに塗装したものも多数存在します。アニメ劇中ではヘリオポリスの G ダッシュ作戦の際、ラウル・クルーゼがシグルに登場してストライクを襲撃しましたが、漫画版機動戦士ガンダムシード D では白いカラーリングのクルーゼ専用ジンに登場してストライクに攻撃を仕掛ける様子が描かれています。また機動戦士ガンダムシードアストレイでは村雲貝が率いる傭兵部隊サーペントテールのメンバーイライジャキールが登場するカスタム機イライジャ専用ジンが登場しており、こちらは機体のカラーリングが青色に塗装されています。他にもオレンジ色の機体カラーが特徴的なミゲル専用ジンも存在します。ミゲル・アイマンはザフト軍クルーゼ隊に所属するパイロットで、ナチュラルを見下す言動が目立つ一方、面倒見が良く気さくな性格をしています。ナチュラルどもめ、思いやがるなよ。夕日に照らされたような機体色と高い機動力を生かした一撃必殺という戦闘スタイルから黄昏のマダンという異名を持っており、機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場する同じザフト軍のパイロットハイネブステンフルスに憧れていることから2人とも機体色がオレンジ色となっています。ザクとは違うんだよ。ザクとは劇中ではミゲル専用ジンは村雲貝の専用機であるガイズジンと交戦し中破してしまったことから G ダッシュ作戦には通常仕様のジンで出撃します。しかしストライクのフェイズシフト走行の前に攻撃が通用せず敗北しました。その後バルルスカイ装備で再出撃しますが、ソードストライクの前に撃墜され戦死しました。こんな生意気なんだよ。ジンはコズミックイラにおける人型モビルスーツの先駆けとして開発され、地球連合よりも物量が圧倒的に劣るプラント側が戦局を対等に持ち込むという大きな功績を残した機体です。しかし実弾兵器を主武装にしていたため、フェイズシフト走行を採用した G 兵器の台頭により実弾兵器の効果が薄れ、さらに強力なビーム兵器を標準装備した地球連合軍のストライクダガーが大量投入されたことから対抗できる新主力機としてゲーツを開発したため、一気に旧式化が進みました。さらにコズミックイラ73年にはザクオーリアなどの次世代機が登場したこともあって、徐々にその姿を消すことになっていくのです。数えきれないほどの武装や派生機体が存在するジンですが、ついにマスターグレードジンが満を持して発売されましたので、今後の派生機体のラインナップを楽しみにしていきたいですね。俺とお前の独壇場にしてやろうぜ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。